こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日のテーマは3月28日の魚座の新月です。魚座の新月は1年の集大成でもありますのでね、ちょっと今日はそのテーマでお話をしたいと思います。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではですね、早速なんですけど、忘れちゃう前に最初にちらっと、新月図をね、出しておきますね。魚座の新月図、こんな感じになっております。よっこらへん。よいしょ。はい。でですね、まず、度数からですね、今回は、9.40となってますので、10度とみなしますので、魚座の6度から10度の領域。で、ここって、先生術のサビアンでは、奉仕の度数なんですね。ちょっとネガティブに聞こえるかもしれないけど、犠牲と奉仕の度数って言われてます。ただ、あなたが犠牲になりなさいよというわけではなくて、何らかの対象に自分自身を全面的に投げ出すということ、だから積極的にね、投げ出すわけですから、ことで超越的な目的の実践に成功していくよという力なんです。だからなんか一見自己犠牲のように見えるけれども、それをすることで報われて、別の大きな獲得をその後手に入れてくる。そういう度数です。でも人はなかなかね、なんか自分が犠牲になってる、自分ばかり奉仕してると感じるときには、その後にやってくるご褒美まで見るのってやっぱり私もそうですけど難しいですよね。で、途中で諦めちゃったり、するわけですけれども、この先にそれがあるよということに気づく度数。それからピンポイントの魚座のこの10度というところには、飛行機が雲の中を飛び続けるというサビアンシンボルがあてがわれてますね。で、この飛行機はいつもサビアンでは現実を超越する力というものを表しています。だから自己の限界を突破する力っていうものが今回の魚座の新月のテーマであるんですけど、ただ飛行機は雲の中を飛んでいるので、下から見えないんですよ。なんで、目に見える現実の枠組みを超えた、より高い視点から見なければ見えない飛行機なんです。雲に隠れてるから。なので、実はこの意味は、今の時点では結果が見えづらいかもしれない。だからなんか途中でやめてしまったり諦めてしまうかもしれない。不確実性の強い状況ですね。見えてないのに信じろっていうのはやっぱり私もすごい難しいと思うんですけれども、でも、そこに飛行機が飛んでいることを信じるかどうかという信仰を、試すチャレンジの度数というふうに、言われているサビアンのシンボルです。なので、結局この度数っていうのは、私たちが最善を尽くして自分の内側の光を輝かせる力を私たちは持っているということをまず自分で信じること、そしてそんな自分が積み重ねてきたこと、今日まで経験してきたことは、必ず飛行機のように空を飛ぶんだと信じ続けることですね。ここの信仰を問われている度数とも言えるんじゃないかと思います。自分の中にあるその飛行機、空を飛ぶ力、そのあなたは何が得意なのか、どんな才能や能力を持っているのか、自分のスキルとか、これまで習得したものかもしれませんけれども、自分でそういうものを見つめる時間を持つというのは、だから大事だと思うんですね。今まだ結果に見えてないかもしれないけれども、飛行機がそこにある。そんな感じです。で、私たちは生まれつき得意なものっていうのがやっぱりあるんです。私は先生術師として、個人セッションがやっぱりメインのお仕事なので、毎日毎日いろんな方に個人セッションをさせていただいて、今では1万はもう確実に超えて何千件という経験をさせていただいてるんですけど、一人として才能や得意なことがない人なんていないわけです。でも、ほとんどの人が私には何もないって最初言うんですよね。だからやっぱり自分で自分のことっていうのはなかなか見切れないものです。どうしても人を見ちゃう。見やすいからね、外の方が。あの人の方が綺麗、あの人の方が頭がいい、あの人の方がっていう風になってしまうんですけれども、やっぱりこの新月、今一度自分の良さ、強みっていうのを見てみることが大事だと思います。
でもこれですね、パッと見ていただいたら分かるように、どう考えたってここに集まっている11ハウスというところですね。で、今回の新月図って、この間もお茶会をしたんですけれども、まだベーシックの先生術の私のクラスの生徒さんでも、すごいスラスラと読めるっていう、すごい簡単。だって11ハウスしかないから、11ハウスだけ読めばいいみたいな感じでですね、とても分かりやすい。というのは、やっぱりこれから先食シーズン、3月っていうのは月食、日食があります。それから金星も水星も逆行してます。もうすごい大変な3月を前にして、やっぱりこうね、その前の新月はシンプルにしてくれているんだと思います。先生術では11ハウスは何といってもコミュニティ、仲間同士、人とのつながりの中で得していること、得してきたこといっぱいあるよね。で、しんどいこともあるけど、人とつながると。だけども、やっぱりそこで恩恵も得てきたよねっていう、そういうハウスなんですね。で、仲間とか、それからそれが未来につながるから、結局自分一人でできることの未来っていうのはものすごくこう時間がかかったりするんですけれども、そういう仲間とつながっていれば、つながっている仲間が上に上がることで自分も一緒に上がっていったり、チャンスが増えるわけですね。で、そうこう未来を理想的な姿にするっていう理想未来仲間社会的なつながりコミュニティ、これが、11ハウスの、テーマなんです。そこに光が当たります。なので、個人的なことだけじゃなくて、社会やグループの中での役割とか、そこでさっき言ってた自分の才能をどう使うのか。あの人みたいに分析力がないから私は役に立たないわとか、よく私は言われるんですけど、私は分析力が強みだから、分析力が強みだから私はその役割をしてるだけで、分析力が強い人が偉いわけでもないです。逆に言うと私はその分析力が弱い人でももっと直感でパッと動ける人ほど直感がなかったり、コミュニケーション能力もそんなにないし、共感力もないし、なんです。だからそういうこう、必要な役目はできなかったりするんですけど、生まれた時からずっと分析確かにしているから、もう子供の頃から。分析してるから、国語の点数がでも、例えば良かった。読解力とか、長文読解とか、いつも学校でトップでした。これって分析してるからなんですよ。こうだって、こういうふうに人が言って、こんなことをやった後は、こう大体ダメになってるなとか、こういうふうな傾向のある人は、大体こううまくいってるなとか、こういう人がこういうことを言うときって、ここにつながってるんだろうっていうのを、一日中分析している。だからもう脳はパンパンなんですけどね。だからリラックスするのも苦手なんですけれども、なので、こうつながりを見る力がこうあるので、なんで私はこうプロジェクトを作ったり、プログラムを作ったりするのは得意です。どうやったら幸せになれるか。じゃあそのプロジェクトを作ろうとこう、急に思ってもできないわけですけど、ずーっと分析しているものの資料があるので、こっち行ったらこうでこうで、だからここに行くためには、この3つのステップの後に4つのステップを行けばみたいなのを、作れるんですよ。ただそれをじゃあ広げていったり、それをこう人に与えていったりするときには、それぞれ私よりこう強みがある人がいたりしますね。だからなんといっても、やっぱり結局チームであることで、自分で苦手なところを誰かがやってくれたり、それでこう恩恵を得るということもあります。もちろん全部できるっていう人も、もちろん世の中にはいるんでしょうから、その場合は別かもしれない。ただ、私の場合はそうではないので、やっぱり人に助けられて生きてるなというのはもうつくづくね、思います。で、ちょっと話がずれましたけど、でもそういうふうに、自分の強みを使って役に立てるということをもう一度思い出すということがありますね。で、魚座の新月では特に感受性っていうのはすごく高まっていくので、周囲の世界のエネルギーに対しては、こう、いい意味でも悪い意味でも敏感になりますね。なんで、傷つきやすくなるし、なんか気づきやすくもある。気づくと傷つくね、ややこしいですけど。そういうこう深い理解と深い気づきが得られる時でもあります。で、新月図のアスペクトを見ると、今言った11ハウスで、つまり全部コンジャンクションしているということになるんですね。で、それらが、この塊が3ハウスのところにある蟹座の火星とトライン、それから2ハウスの蟹座のセレナともトライン、で、1ハウスの双子座の木星とはスクエアをしてます。
で、これはまあ、クラスじゃないので詳しく話すわけじゃないんですが、ただ、新月図が木星とスクエアをしてるって、木星っていうのはラッキー惑星で、なんでこうスクエアに関してはいろんな取り方があるんですね、占星術師によって。木星のスクエアをまあ良しとするか、ネガティブな、ものと読むかですね。で、これは、まあ、はっきり言うと、その場その場の新月図によって違いますが、今回の場合は、これをポジティブに十分取っていいんじゃないかなと個人的には思います。豊かさと拡大の惑星っていうのが木星なんですけど、木星は物事をただただ拡大するのでいいも悪いも。なんで、とにかくそれによってどうなるかっていうのは、まあ、その人次第です。で、その物事を拡大するのが木星なんですけれども、スクエアを取っているという時は、ただただ拡大するっていう、楽な感じではないわけです。でも、この11ハウスのエネルギーから言うと、それは簡単にいかないからこそ、明るい兆しを見る木星がね、スクエアになっているからこそ、あなたが今どんな課題に直面しているか人それぞれわからないけれども、その直面しているものが何であれ、木星がスクエアで新月にとっている時っていうのは、それは必要以上に大きなものとして見えるので、いつもは見えにくいものが見えるわけです。なので、あなたの課題これでしょっていうのは目の前に見せてくれるんです。なんでうまくいかないのかわからないじゃなくて、確実にこういう私の質が止めているんだ、みたいな。一人一人違うけど。それを見せてくれるのが木星のスクエアです。だからすごくわかりやすく、拡大してなかった原因はこれだったんだっていうのに気づく人がいるわけです。これは木星のスクエアのおかげです。だいたい私の1万何千件の経験上も、木星がスクエア取ってる時っていうのは、あえて頑張ってるのになんかもう一ついかないっていうだけじゃなくって、そこに理由を見せてくれる。スクエアっていうのはすごく明確に見せてくれるので、逃げるのではなくって、もうこれを乗り越えないとダメなのよね。私のこういう質だ。臆病な質だ。独りよがりな質だ。拗ねちゃう質だ。すぐにネガティブになる質だ。あるいはポジティブすぎて問題を解決しない質だ。一人一人違うけど、それが見えてくるということです。なので、まあ、自分自身のね、ネガティブな質を改善し、よりポジティブな面は探しなさいっていうのがサビアンにありましたから、そういう面により焦点を当てていくことができれば、きっと良い面が見つかるのではないかと思います。で、木星は現在、コミュニケーションの星座である双子座を旅していますね。で、11ハウスの新月は今、今後のあなたにとって有益な情報、ね、コミュニケーションですから、チャンスをもたらしているはずでもあるんです。今、ちょこちょこやってくる情報、こういうのいかがですか、こういうのどうですかっていうのは、実は今後の11ハウスの未来に、あなたにとっては素晴らしいもの。なのに、ぼーっとしてると、そのチャンスを逃してしまうっていうことがあるので、気をつけてください。それ今、ぼーっとしてないで使わなきゃいけないよみたいなものがきっとあるはずです。木星のスクエアは私たちが全体像を把握することも可能にしてくれますので、これをポジティブにね、ぜひ使っていただきたいと思います。ですが、最初に言ったように3月は食シーズンです。日食、月食があります。これは見えにくい人と見えやすい人を分けてしまう日食です。なんで、今確実にこれチャンスだ乗っかろうって分かってる人と、大事なものなのに見えてない人がいるかもしれません。で、食シーズンが終わると、宇宙の流れっていうのは、食シーズンって1年の中にありますね。ドラゴンヘッドやドラゴンテールの近くで新月や満月が起こる。これがまあ今年は3月なんですけど、それが終わった後に霧が晴れたようになって、バーッと上がっていく何かが。だからそれは4月なわけです。今年の場合は。なので、まあ、ここからの過ごし方によって4月頃、何名かはものすごい精神的な成長を遂げていると思います。もうなんか悟りの境地のような、すべてを受け入れ、自分自身を愛し、人も愛しみたいな、仙人のレベルで精神性を、得ていく人も、異次元体験みたいなところに行っちゃう人もすごく、いわゆるアセンションしちゃう人とかね、いるんじゃないかと思います。そうなりたいけど、頑張ってこの期間を私も過ごしてみたいと思います。
で、今回の新月にはですね、あなたの人生に何を広げたいのか、何を引き寄せたいのかというのを、よいしょ、考えてみる。それがおすすめの新月です。何をもってあなたの終着点、何をもってあなたのゴールにするのか、そういうものを振り返るのにもとてもいい時ですね。で、そこにあなたが最も得意とするさっき言ったものが反映されていることが大事です。私のこの才能を使ってこんな風に過ごしていこう。こういうなんか目標を立てるのがいいと思います。で、もちろんこれまでの既存のアイデンティティの中で、課題になっているものを手放す。それから自己概念への執着っていうのを手放すこともすごく大事です。ちょっと新しい視点で見直すということが誰にとっても大切だと思います。そうじゃないと、これまでの繰り返す失敗とか負のパターンに引っ張られてしまうから。で、これ食シーズン前の魚座の新月は、もう捨てたい自分は全部捨てる。これネガティブに取らないでください。あなたが悪かったから、もう全部捨てなさいよという意味じゃなくて、誰だって捨てたい自分の面あるじゃない。ネガティブなところが嫌だとか、わがままなところは変えたいなとか、そういうところをもうここで本当に手放すチャンスということです。で、何よりもですね、今回は、ちょっと別の動画で言いましたけれども、1年半ぶりにドラゴンヘッドが動いて、ドラゴンヘッドが魚座に入ってからの新月ということで、で、魚座の新月だから、まさに同じ魚座というところに、ドラゴンヘッドと新月がある。で、このドラゴンヘッド、北ノードが魚座を通過している、これからもう1年半通過しますね。その間は、ドラゴンテールは魚座に乙女座にあるということなんですね。で、今回は新月図と、ドラゴンヘッドの場所が同じということは、このエネルギー、この教えはすごく大事なスタートですよということになります。で、しかもこの後食シーズンで、乙女座の満月が起こるわけです。で、乙女座の満月で強烈な手放しなんですけれども、そのドラゴンテールが乙女座にあって、乙女座の満月で月食ということは、乙女座が悪いわけじゃないんですけれども、どの星座にも負の側面というのがあります。で、乙女座の中にある負の側面、これが誰にとっても共通のなんとかせなあかんところやでっていうことになるんです。で、乙女座の素晴らしい星座ですけど、唯一の、あの課題は、乙女座っていうのは、ちっちゃい細かいところまで自分でコントロール権を持ちたいんです。でもそうなるとさっき言ったもう一人で全部やるしかないわけです。そしたらすごい大変です。やっぱり自営業やってる私もわかるんですけれども、でも、その何もかも自分で決めなきゃ気が済まないっていうこの細かいとこまでです、しかも。っていう乙女座のね、コントロール権、細かいコントロール権への執着。これはやはりどこかで捨てていく。それで、だから11ハウスがええよってこう言ってるわけなんですね。一人で全部やろうとするとすごくしんどいだよ。そこに気がついてねっていうところかもしれませんね。なので、こっちが、ドラゴン、ヘッドの方が成長していくところ、人生が上昇して拡大するところ、テールの方は止まってしまうところと一般的には言われていて、しかもこの後、乙女座の満月の月食の強烈な、本当にそれ手放さないとしんどいよということが3月に起こってしまいますから、ここでね、もう魚座の新月でこう利己的なコントロール権っていうものは手放していくのがいいかもしれません。これ誰でも持ってるんでね。ね。みんな自由が好きでみんな自分で決めたいですね。子供の頃から。親に何も言われない。で、これだから親子関係で一番よく出るかもしれないです。お母さんに決められるのが嫌だ。お母さんは子供の全部を私が決めたい。家の全部を、家族の、みたいな。私も主に家族のところで起こってるかな、この課題は今と思いますけど。なので、そこを手放していきましょう。で、それはね、スピリチュアリティへの信頼でもあります。魚座の小惑星、プシケが今、魚座にいます。それがドラゴンヘッドとくっついてるんです。で、これは利己的な思考を手放して、その方が居心地が良くなるよということを表してるんですね。で、魚座に海王星も11ハウスでいます。魚座に、そう、海王星は夢の天体なので、その方が夢はスムーズに動き出すよということを言ってます。で、水星も魚座にいます。水星は仕事の神様。
コミュニケーションの神様、魚座的に優しいコミュニケーション、思いやりを持ったコミュニケーションっていうものが加わっていくと仕事にも生かされる。魚座に土星もいます。土星は本当の精神的な基盤を作るっていうことを促してくれます。だからこの土星も水星も金星もプシキもドラゴンヘッドも海王星も、太陽も月も全部魚座の11ハウスにあるので、それらの恩恵を得ようと思ったら、魚座的であり、11ハウス的であることが大事ということですね。これだけの天体が一つに集まるわけです。1、2、3、4、5、6、7個ですね。感受点も入れたら7個。7個の天体が魚座の11ハウスだよ。大事なのはと言っているということです。理想の実現に向けて新たな学びや人間関係、大きな意味を持つ。こういう時期、ドラゴンヘッドが関わっている、この後、ドラゴンテールでの満月の月食もあるということをもう一度意識しておきましょうということです。ちなみにね、蟹座の火星とセレナ、さっきトラインしてるって言いましたけど、これはすごく穏やかで温かい感情とかニーズに合わせて行動するということをサポートしてくれるので、誰の中にもあるやっぱりハーモニーや調和を望む気持ち、自分の我を通したい。だけど、それによってハーモニーってなった時に結構二択ってあると思う。これもさっき言ったように家族であるじゃないですか。よく。ここで喧嘩をしたくない。子供と仲良くしたい。でもこれは言いたいみたいな。そういう時にやっぱりここでハーモニーの方を選択する。ね。乙女座のドラゴンテールのこともあるので、自分がコントロール権を持たなくてもいいんじゃないっていう意識。これをやるから多分仙人のような精神的な成長を遂げるんでしょうね。言っててもすごい難しいと思いますけど、私にできるかなと思うけど、チャレンジしてみる価値はあるということだと思います。魚座の天体群とお牛座の、天王星ね、12ハウス。これはセクスタイルですから、現実世界と精神世界の間での新しいインスピレーションや変革をもたらされるので、スピリアルな目覚めは起こる人が多いと思いますし、やっぱりこの天王星がセクスタイルしてるっていうことは、突然の気づきや突然のっていう、なんかインスピレーション、なんか急激な何かっていうことは起こるわけですけど、それがセクスタイルだからそんなにこうしんどい形ではなくって、こうやりやすい形の中でやってくる新しいチャンスだから、やっぱりそれはめちゃめちゃハードルが高いわけじゃないってことです。だったら掴んだ方がいいよね。そういう感じがあると思いますし、Q ハウスの冥王星はパラス、エロスとくっついてるんですけど、この3つがくっつくとどういうことが起こるかというと、深い洞察力とか直感によって自分の使命とか情熱がこう明確になっていく、そういう動きを促します。で、そのために Q ハウスっていうのは学びなので、精神の学び、そのために精神的な学びの探求を続けるということですね。私もちょうどここで新しい幸せ革命マニフェステーション実践プロジェクトっていうのを3月から始めるんですけど、まさにその7ステップの自分の中にあるセルフなんとかっていう7つのステップ、すべて自分を見つめるためのプロジェクトですね。これに取り組もうと思っています。それから、金星と木星はセクスタイルしてるんです。しかも11ハウスと1。で、これは人間関係ですね。金星っていうのは、社交的なチャンスは増えて、人間関係の幅は広がっていくタイミングなので、いいことじゃないですか。最初に11ハウスにこんだけ集まってるわけだから、人間関係を闇雲に増やす必要はないと思うんですけど、これいつも躊躇しちゃうの。私すごい自分が苦手だから、なんか友達を増やしなさいって言われるとすっごいストレスになっちゃうんですよ。だから私みたいな人もいるかもしれないから、今言い方に気をつけようと思ったんで、量を増やさなくてもいいかもしれない。ただなんか自分、そういう私みたいな人でも、ちょっと新しい人と会ってみようかなとか、ちょっとすでに会ってる人ともう少し交流を深めようかなとか、自分だけの時間よりも人とつながる時間をね、ちょっと増やそうかなと思いやすい時ですから、なのでやってみるのにはいいのではないかと思います。で、一応、
注意すべきことっていうか、誰がどう見たって11ハウスで魚座で全部固まってて、コミュニケーションも何もかもすごくこう大事ではありますけれども、一応ね、こんだけ強いと、その未来の希望に向かって周囲や同志とのバランスを大切にすることは本当に大事なんだけれども、すっごい強いから、すごくそこのところが拡大する一方で、意識しすぎて自分を見失わないようにっていうのは注意点として挙げていきたいと思いますね。いくら11発が強くても、やっぱり自分のための時間とか、自分のためのエネルギーっていうのは確保しておくことは大切じゃないかと思います。で、双子座の木星のスクエアはね、もう一個最後に言っておくと、情報過多になるのと、勘違いをして受け取るっていうのはありますね。双子座ってすごい勘違いをしてしまうエネルギーも持ってるんですよ。なので、なんかそう言ってないのにそう受け取る。なんかこのニュースはこう言ってるのに、ああ、それダメなんだ。その食べ物を食べたらダメとは言ってないのに、急にダメなんだと思うとか、こればっかり食べると健康になりますよって言ってないのに、あ、これ食べてたら健康になるんだと思って1日5個食べるようにするとか、なんかそういう情報によって型っていうのと、まあ勘違いって人はありますね。いくらどんなに丁寧に話をしても、自分自身の軸がぶれてるときはいろんなものを勘違いして受け取ってしまいます。だからそれにも気をつけるっていうことは大事だと思いますね。情報は冷静に、できるだけポジティブに受け取っていくっていうのが大事だと思います。それから、これはしょうがないので、ね、ポジティブに締めたいところなんですけど、今回は。一応、火星とお羊座の回路ががっつりとスクエアをしてるので、まあ、読まないわけにはいかないですね。しかも、3ハウスと12ハウスでのがっつりスクエアです。12ハウスに回路があると、ただでさえ傷っていうものはすごくうずきやすいわけですけど、今回は火星、蟹座の火星はもう今、逆も回って、蟹座っていうのは最も感情的で、火星っていうのは最も自己主張、感情的な自己主張ですね、自分自身の。それによって傷ついてしまう結果になる。なので、まあちょっと自己主張は悪いことじゃないけど、感情的になっているということが傷つく結果になるので、まあそこだけね、冷静であるっていうことがやっぱり本当にどこまでも大切ではないかと思います。ということで、未来のね、方向性も明確になるし、運命的ななんかチャンスや出会いもあるし、まあ、それを逃さないようにっていうことが大事ですけれども、それから、まあ、精神的な学びを続けていくと何かいいことありそうですということです。まあ、割と希望が持てる未来につながるチャンスがやってくるエネルギーが強かったんではないかと思いますので、未来への新しい扉を食シーズンに向けて準備する新月にしていただくといいと思います。まあ、無理をしない程度に、自分自身を見つめていくといいと思います。で、直感というのが魚座の得意なところです。で、こうやって見ると、そのネガティブなね、感情から動いたものは直感じゃない。自分では直感と思って動くけど、あの時決めたあれが後から振り返った時に、私もわかるんですけど、自分ではその時は直感だと思った。でもそれってネガティブな感情から来てたものなので、その感情にコントロールされてただけで直感じゃなかった。だから失敗したんだっていうのが、それこそ分析、ずっとしている人生なので、いっぱいあります。だから、やっぱりネガティブな感情の時に、決定っていうのは、それはもう絶対直感じゃないからしない方がいいっていうのが、まあ私も分かってるんですけど、例えば私はオーストラリアに何年か前に来たんですけど、これは成功だった。それはネガティブな思いじゃなくて、日本から逃げたかったわけでもなく、ああ、もうここ嫌だから逃げたって言ってきたお友達はみんな移住失敗して帰ってます、やっぱり。それ直感じゃなかったんです。私はすごくポジティブに、あの DJ とか VJ とかちょっとお仕事をさせていただいてたので、曲紹介とかで洋楽が好きだったので、とにかく英語の発音を良くしたいっていうすごいポジティブな目標で、じゃあオーストラリアに行こうっていう直感がある日湧いたんです。
1ヶ月後にはもうオーストラリアにいたんですよ。まさに直感の行動。で、こういうのはだから直感なので、どこまでもネガティブな逃げたい、しんどいから、なんとか、あいつを見返してやりたいから、すべてネガティブなところから決めたものは直感じゃないよっていうことですね。もう受け取っていくといいのではないかと思います。さあ、ということで、じゃあ最後に1枚引き、せっかくなので、どっちのやるか。こちらから。あ、なんとカプリコーンですね。これは、コツコツと、これまさにそうです。さっきの飛行機と一緒です。自分で、自分自身しか持ってない種をまいて、お水をやって育てている。やっぱり、こう木になるまでは、ある程度時間はかかります。なんで、それが出ないと、もう、ないような気がしちゃう。これがほら、ネガティブな感情ですよね。それでもうせっかくの子やめちゃうとか、まあ、すごくもったいないです。あとちょっとで芽が出るところだったのに、飛行機はもう飛んでるので。だからやっぱり自分自身を信じて、あなたのその今、信じているものを続けていくっていうことがきっと大事なんじゃないかなと思います。ということで、魚座の新月の、今日は動画でした。素敵な新月をお迎えください。